こんばんは。今日はちょっとねラフな感じでちょっとゆるい感じで動画を撮っていきたいなと思ってます。今日はねちょっとした工作をしたいなと思ってて、でも本当にちょっとした感じなんだけど、じゃん、ダイソーで風鈴を買ってきました。本当はこう無色透明のシンプルなものが欲しかったんだけど、もうこのオーロラタイプっていうものしか売ってなくって、その中身見ることできなかったからどんなものかちょっと分かんないんだけど、ガラス部分に色付けをして風鈴をねアレンジして飾りたいなと思っていたので、ちょっと開けてみるか。とりあえず見て、思ったよりもこう色がついてる感じじゃないから大丈夫かも。こんな感じで入ってました。この吊るしてある紙の部分も別のものに取り替えたいなと思っているので、一旦このパーツをねそれぞれ取り外してみようと思います。ちょっと今日は2種類作ってみたくて2つ買ってきました。簡単だ。分解できました。じゃん、絵の具セット。イメージ図を描こう。まずはあれれやめた。どんなもの作ろうかなっていうイメージ図描こうと思ってたんだけど、ちょっとうまく描けなかったから感覚で描いていきます。まあでも色つけていくだけだし大丈夫でしょう。そう、私はアクリル絵の具しか持ってないから今回アクリル絵の具を使うんだけど、透明感を残すためにはね油性の絵の具を使うのがいいらしいです。水性絵の具だとガラスが弾いちゃうんだって。これガラスか。ちょっとお水とかいろいろ用意してきます。今頭の中にあるイメージだと1個はこのチャンネルイメージの果物、洋梨っぽい、ちょっと形的に青りんごっぽくなっちゃうけど、そんな感じのね色合いの風鈴にしたくて、でもう一個が金魚鉢の中で泳いでる金魚、そんな感じの風鈴を作りたいんだ。イメージではね。うまくいくかな。よし、まあやってみよう。洋梨の色はちょっと黄色が混ざってるかな。ちょっと濃い緑も入れとくか。でね、アクリル絵の具だから難しいかもしれないけど、ちょっと透明感ある感じにしたいから水を多めにしてみます。水多めだと弾いちゃうかな
もうほんと行き当たりばったりでやってる。これちょっと緑すぎるな。もうちょっとねなんか違うんだよな。わあ出しすぎちゃった。はい、見えやすくなったんじゃない？そんなことない？なんか抹茶みたいな色になっちゃった。まあでも近いか、イメージと。白を出す。あ、出しすぎなのよさっきから。お、いい感じになってきた。でこれでちょっと透明感が欲しいんだけど、水入れてみる。抹茶だねこれ。まあいっか、塗ってみるか。塗ってみるよ。お、あ、やっぱ弾いちゃうね、水多いと。あらららら、難しい難しい。どうちょっとなんかすごいまだらだけど一応塗れた。そしてこの透明感も意外と保ってるかな。ちょっと乾くの一旦待ってみようかな。その間にもう一個塗ろう。もう一個は金魚鉢みたいにしたいでしょ。泳いでるのは下の方でしょ。お、ちょっと青すぎるんじゃない？一旦こうやってやって、そしてこのねスポンジでポポポポポポ。風鈴っていいよね。なんか音がさ、音を聞くだけでこう夏の気配を感じるというか。お、なんか素敵になったんじゃない？見て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 。ちょっと濃く映るねこのカメラ。ちょっとねまだらな感じで青入れてみました。一旦どっちも乾かしてみます。乾いたらまた続きやろっと。乾きました。完全に乾いたので、ちょっとこっちはねもうちょっと付け足すか。泳いでる金魚を描きたい。じゃん。こうあえてあんまり金魚してない形にして、色でなんとなく金魚かなって分かる感じにしてみた。なんかすごい青く映ってる気がするんだけど、私のさ肉眼ではすごくねちょうどいい淡い水色みたいな色に見えるんだけど、どっちが正しいんだ？これもすごい緑に見えるよね。なんでだ？これが緑の方。あ、やっぱ青いな。これが金魚。まあいっか。一回組み立ててみるか。ちょっと紐もせっかくなのでね、これもダイソーで買ったクリームベージュの色の紐に変えてみます。このほどいた紐をベースに同じ長さに切ります。
半分に折ってあったので、これも半分に折って、いらない布をこの下の紙の代わりにつけていきたいので、ちょっとこの切った端の部分がボロボロなので、この布用テープを使って補修していきます。ただこうやってつけちゃうだけでもいいか。端を真ん中に短冊。見て、かわいい。前ね、この粘土でチャームを作るっていう動画を出した時に作ったチャームの1個なんだけど、結局使わなくてね、あぶれてたの。本当はね、この下につけたらいいかなと思ってたんだけど、ちょっと長さ調整をミスしちゃって、この中にねちょこっと顔出してる感じになっちゃったんだけど、それが逆に可愛くない？音もこのチャームに当たった音になってるから、ちょっと低くなってより好みかもしれない。もう一個はどうしようね。これはもうこのまんまでいいかな。こっちはもともとついてた紐を使ってみようと思います。ちょっと組み立てるの大変だったからどうしようね。じゃーん、完成しましたかわいい。私のお部屋の雰囲気とすごくよく合う風鈴ができました。あらら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 この塗った部分、色をね塗った部分のムラのある感じもね、逆に味があっていいかもしれない。どこにね飾るのか見せますね。かわいい。ここに一旦飾っとこうかな。すぐ横が小窓になってるから、こう窓を開けた時に風がそよいできてちょうど音が鳴るんじゃないのかなって思ってます。かわいい。ちょっと扇風機こんな感じでね、こっちの金魚の方はちょっと考えたいなって家にあるものでいい感じにできない気がしたから、またね時間ある時にでもゆっくりどうするか考えたいと思います。オーロラタイプしか置いてなくてすごく不安だったんだけど、全然そのオーロラの主張が激しくないから、こう自分の好きな雰囲気にしやすくて扱いやすい風鈴でしたちょっと今日の動画はグダグダになってしまったかもしれないんだけど、まあたまにはこういう日もあるかということで、もしかしたらまた明日別の動画撮り直して全然違う動画が上がってるかもしれない。ちょっと最後にこのねスーパーで見つけたすっごくかわいいこの和菓子、5月ぐらいに買ったんだけど、もうそろそろ賞味期限が切れそうなので食べてみようと思います。
綺麗だよね。すごい。うわ、金魚が泳いでる。ゼリーかな。ゼリーって書いてある。おー、わあ、綺麗。これを見てね、これ作りたかったんだけど、もっと緑っぽい色でもよかったね。いただきます。お砂糖だ。甘い。ちょっと想像以上の甘さだったから、また後で冷やしてちょっと食べてみようと思います。ということで今日は失敗もあり成功もありの風鈴作りを見ていただきました。ゆるい感じの動画になっちゃってごめんね。こう冷房の効いた部屋で風鈴の音を聞きながらこの夏を乗り越えていきたいと思います。本日も最後まで見てくださってありがとうございます。また次の水曜日の21時にこのチャンネルで待ち合わせをしましょう。それでは皆さんおやすみなさい。いい夢を。バイバーイ。